危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。また1週間経ちました。早いね。みんな元気でしたか？木曜日からだったんでいつか早いね、日にちが経つのは。今週はオハイオはレストランがテラス席だと飲食が開始されて、早速日曜日にランチ食べに行ってきました。すごーい。すごいね。あと髪型も素敵。美容院行ったんでしょ？行きました。いいいね。カリフォルニアもビーチがね、開いて、でも立ち止まっちゃダメらしくて、動いてたらいいらしいんですよね。で、すごい、うちの会社、すごいベニスビーチの近くなんですけど、もう本当に人が結構いっぱいいて、サーフボード持ってるお兄さんとか、結構歩いてる人も多かった。サーフィンはしていいの？サーフィンは前はダメだったけどね、多分、持ってる人がいたから、できると思う。立ち止まらなければいいと思うね。立ち止まらなければいい。ずっと立ち止まらなければずっと使えて、サーフィンやったりみんなスタンディングボードやったりしてたんだけど、この週末から普通に海は使っていいことになったから、みんな結構家族でピクニックじゃないけどビーチに出て、それがまた問題になってた。もちろんマスクね、ビーチでみんなしてないし、なんか人と人とか家族でしか密着しちゃいけないのが、やっぱりみんなこう10人ぐらいで集まったりとかってしてた映像がテレビでも流れて問題だって言ってた。これでね、またコロナが増えなければいいけれど。そうだね。今日は、アメリカで不動産の仕事をするのにはどうしたらいいのっていうトピックでお話をしていきたいと思います。そもそもひろこさんはどうやってなんでリアルターになったの？資格取ったの？ロングストーリーですけど、ちょっとショートで言うと、私はこっちに転職をして日本から来たんですね。で、一番最初は、日本でずっと編集とか本を作る、雑誌を作る仕事をしてたんで、アメリカに来た時もローカルの人向けの日本語の雑誌の、会社で働いてたんですね。だから私は就労ビザがあったんですけれども、5年半経ってから、実はもうその時結婚してて、で、グリーンカードだったので、5年半の経った時にその会社から違うことをしようと思って、いろいろ考えた結果、ちょっとバックグラウンドが住宅関係の雑誌作ってたもんですから、やっぱり家とか不動産とかランドスケープとかすごい好きで、やっぱりそういうどうせ何かやるんだったら住宅とかそういう業界の方でチャレンジしようかなと思って、それで取ったんですね。そんな感じですね、いきさつは。へー。試験とかどんな感じでカリフォルニアを取るの？試験はですね、オンラインの授業でもいいし、ライブの授業でもいいし、何かその資格、その授業の、サーティファイドされたプロバイダーの、人たちから学ぶんですね。で、私の場合は、当時ちょっと英語もあんまりおぼつかなかったんで、日系の不動産会社の社長さんが授業をやってくれていて、で、私は前の会社の雑誌の仕事をずっとしながら、夜にそこの授業を1週間に1回受けに行って、で、大体数ヶ月してからクラッシュコースって言って、今度試験対策のコースも土曜日とかに受けたりして、仕事しながらだったから、そうですね、1年ぐらいで大体全部のコースとか準備が整ったんですね。多分アメリカ人の人だと、集中したら本当に2、3ヶ月みんなバーッと勉強して、もう試験とかすぐ受けると思うんだけど、私の場合は1年ぐらい勉強してから試験を受けて、で、資格を取りました。へえ。マミさんは？今ハワイに住んで30年で、約今から20年ぐらい前アメリカに住み始めて生活にも慣れて、で
日本でやってた大学の秘書っていうのを、教授秘書をずっとやってたんで、その同じ仕事をこっちに来ても、やってたんだけれども、やっぱり英語をもっとアメリカに住んでるから、せっかくだったら英語もっと上手になりたいし、英語の学校通ったり、普通の大学のコースに通ったりっていうことをすごく考えてて、で、そんな時に、子供が生まれて、で、それまで住んでいた家を、売って子供たちが遊べる広い庭のあるお家が欲しくってずっと家を探してて、でその時に家をいろいろ見せてくれたリアルターがとってもハワイではナンバーワンって言われてた人なんだけれども、その家を見ることで、しかもここも見てごらんなさいよみたいな感じですごく素敵なお家見せてくれたりとかって、でいやこの仕事面白そうだなって、でもその時は仕事をやろうっていう考えもあんまり、今までの仕事で良かったからあんまり他のことをやろうってことは考えてなかったんだけど、まずじゃあその学校にせっかく通いたいんだったらリアルターの学校通ってみなさいよ、私ヘルプしてあげるからって言われたんで、じゃあ通ってみようと。で通ってだからその時の私のゴールは免許を取るっていうことで、でその英語の勉強をしながら免許を取る。でもちろんそのクラス英語だったし、クラスの周りの人みんなローカルの人だでみんなうんうんとかって分かってる風で、私は今先生なんて言ったんだろうみたいなだけど前の席に座ってた人にねえねえ今先生なんて言ったか分かるって言ったらノーって言われてでなんだこの人分かってないんだったら私が分かんなくてもいいんだって思って、ちょっとリラックスそれからして、で時間人よりも倍かかっても3倍かかってもとりあえずこの学校は卒業しようと思って、でその時は学校がだいたい1ヶ月だったかな、毎日午前中のクラスがあって、でその学校の試験を通ってから州とかアメリカ合衆国の試験を受けなくちゃいけなかったから、私は1年はかからなかったけれども、そうだな、8ヶ月ぐらいだったかな。私さっきね、自分の話なのにちょっとミックスアップしちゃって、私のきっかけは自分の家を買おうと思ってたんですよ、そういえば。だから前の会社に勤めてる間に家を買おうと思って、でその準備で試験を不動産会社さんから授業を受けて、それで合格をしたその年に無事家を買って、でそのまましばらく同じ会社に勤めてて、でその会社を辞めた時に不動産にやっぱり試験の免許もあるから前に進んでそれをやってみようっていうふうに思ったんですね。ごめんなさい、自分の話だったね、ミックスアップちゃった。失礼しました。あきこさんはどうですか？私はそもそも主人のリロケーションで先に彼がこっちに来ていて、でもともとうちの旦那ミシガンの出身で車の業界にいるエンジニアでセールスに転向した人なんだけど、日本で駐在している間にリーマンショックでクビになったのね。でああって言って、あんた一人で帰ってみたいな。でまた向こうで再就職して日本に駐在で帰ってくる仕事でも見つけてねって言って送り出した。でもリーマンショックの後アメリカすごく景気が悪かったみたいで、そんななんかアメリカの特に自動車業で、人を雇ってそこから日本に駐在員を送るみたいな余裕のある会社全然なくて、離れ離れで1年間ぐらいかれこれ過ぎてしまった。でうちの子もまだ2歳半とかでちょうど3歳になって、スカイプでしか知らないお父さんもどうなのよと思って、いいよじゃあ私が行くよって来たもんだから、来た時ってオハイオってそもそもどこか全然知らないで来たのねそれで蓋を開けてみたら、私会社に就職したこと一回もなくて、大学の時から自分で起業しちゃったもんだから、働こうって言った時にお金を稼ごうっていう頭はあるけど、どっかに勤めようって頭が全くなくて、で唯一知ってるのがオハイオ州立大学って OSU ってフットボールとかバスケで有名なんだけど、そこが歩いて2マイルのところにあるのだけは知ってたのね。でそうか、私もカリフォルニアロスに住んでたことがあるんだけど、ホームステイしてて、ホームステイがなかったら今の私っていうか普通にアメリカにひょっと来られるような私ではなかったはずなので、そうそうホームステイと思ってホームステイいろいろ調べたのよ。そしたらオハイオ州立大学って全米でも第2位の生徒数がいて4万人も学生がいるのにホームステイないのね。
ハワイとかカリフォルニアっていっぱいない？ある。全然なくて何これと思って、でもネット検索するうちにホームステイファインダー .com っていうのにぶち当たって、でそこであるじゃんと思ってカリフォルニアじゃないオハイオコロンバスって出すと場所は出てるのに誰もホームステイのこうホストファミリーになってないの。これだと思ってアキコ&ゲリー looking for a international student って出したのね。でその時私たちまだ貸し屋に住んでて2ベッドのでどのくらいかなと思って1部屋貸すわけだから家賃が900だったんだけど、450かなと思って出したわけ。そしたら1週間でリビアの生徒が住みたいって言って入ってきて、でそっかと思って住んでもらったんだけど、その時に1週間で決まっちゃったってちょっと値段安すぎたって思ったのね。でもしかしてと思って今度500に上げてもう一部屋出してみたの。そしたら1週間したらすぐインドネシアの子が私も住みたいって言われて、ちょっと2ベッドしかないんだけどと思いながらうちの主人にベッドさ地下に移してもいいよねって言って、フィニッシュでもない怖いなんか真っ暗なところにベッドを移して3歳の子と3人で下で寝た記憶があるんだけど、これで450でしょ最初、次500じゃん。だから合わせると950じゃない？でちょうど借りてた家がトントンになるわけよ。でもねでも1週間で来たのまたやっぱ安すぎたなと思って、もうこれ以上貸す部屋ないんだけど、とりあえず550にして出したらまた問い合わせがあって入りたいって言われるの。これちょっと商売になるんじゃないと思って、自分の家では無理だったけれども周りのアメリカ人に声かけてちょっと一部屋余ってんじゃないのっていう風に始めて、何件かのアメリカ人に生徒を斡旋するようになったのね。そしたら会社登録をしてくれた弁護士がアキコ You stepped into gray zone っていうのね。グレーゾーンってどういうことって言ったら、あなたはリアルターの仕事はしてないけれども人のこう住まいを斡旋してそこでピンハネしてるだろうと。だからそれ自体はリアルターのライセンスは必要ないけど、なんか問題が起こった時に絶対そこを叩かれるからって言われて、こうやって3枚ねビジネスカードを出してくれるわけで、これが僕が知ってるリアルターだから連絡してみろと。でそことアフィリエイトしろって言うんだと思うのね。でそうかと思って全部に電話するんだけど、そんなことさ言われたってさ、私たち何それ頑張ってねっていう程度で、それとなんかリアルターの仕事違うからって思うじゃん。で案の定なんか門前払いされて、これじゃ話にならないわと思って主人に自分でライセンス取った方が早いわって言ってライセンス取った。それがきっかけなので全然リアルターになろうと思ってたわけじゃなくて、でオハイオは、今でこそオンラインで授業が取れるんだけど、その当時は、コミュニティカレッジに通うかハンドラスって言って、そういうなんか専門学校、こう資格を取る授業ばっかりやる学校があって、そこで週末に授業を取るかっていう選択があって、不動産概論40時間、それからロー法律40時間、査定20時間、不動産に関する金融20時間みたいな授業を受けて、でそれを受けるとなんか修了書がもらえて、でそれを持って修士資格試験を受け付ける受講書もらうんだけど、多分カリフォルニアとオハイオも同じこと言ってたと思うけど、そもそも修士資格試験を受ける前にブローカーにねスポンサーしてもらわないとならないんだよね。そんなことない？私の場合は試験を受けるときはまだスポンサーとかなくって、いらなくって、でただこっちに住むレジデンスだっていうここで住んでる証明っていうか、自分がここの住人ですというのがいるんですよね。だから、私はカリフォルニアは日本に住んでて試験だけ受けに来て勉強して試験を受けに来て受けることができたけども、今カリフォルニアはそういう住民の人でないと試験も受けられなくなっちゃったのね。でさっき言ったみたいにオンラインで授業を受けるんだけど、オンラインか、リアルな対面で授業を受けるんだけども、こっちはエージェンシー、エシック、それとあとフェアハウジングとか、あとトラストファンドとか、いくつかその7種類
か6種類の、科目があって、それを授業を受けて簡単なテストで合格した後に本テストっていうのを受けて、確かちょっと私の時だったけど、本テストは150問ぐらいの4択ぐらいの確かテストで、結構もう当時私もあんまり英語使ってなかったから、もう本当にギリギリもう頭がウニになりそうな試験だったので、それを受けて、で、その後合格がすぐオンラインでフェールとか、パスとかっていうのが来るから、それが来たら、今度は州の、ライセンスの、ディビジョンの方に、登録すると。で、今度登録までは、運転免許と一緒で登録をして、その後は今度自分が実際に働こうと思うと、ブローカーに属して、で、ブローカーの名前とエージェントの名前っていう2つの名前で今度仕事ができますっていう感じになるかな。そうなんだ。ハワイもカリフォルニアとハワイってとってもやっぱり近いせい、近いくないけど近いせいか、非常にシステム的には同じで、学校に行くには誰でもが行かれる。高校だったか何しろ学校を卒業していることが証明されれば学校は通えて、で、その学校の試験は結構難しかった気がする。その卒業試験を落ちた場合には、またもう一回、もう一回のターム、6週間だったら6週間をもう一回やってくださいっていうようなことだった記憶がある。もう何しろ昔だったんで忘れてしまったけど。で、試験も、州の試験とアメリカ合衆国の試験を同じ日に同時に取ることができて、で、こっちは受かったけど、こっちは受かんなかったよとか、両方受かりましたよとか、両方落ちましたよっていうのが、その時に、分かった。待たされて、で、はい、あなた合格とか、はい、あなたは、州の方ダメだったね、みたいな感じで知らされて、で、スポンサーは基本的にはその時はいらないけれども、ブローカーのライセンスをまた取り直そうと思った時には、フルタイムで働いてるっていう証明がないとダメだから、ブローカーの人にその証明をしてもらって試験を受ける。オハイオの場合は、そもそもそこですとこどっこいっていうか本当はホームステイのビジネスを続けるために取ったライセンスなんだけど、そもそも資格試験を受ける前にブローカーにスポンサーになってもらってこう署名をしてもらわないと資格試験すら取れない。つまり受かったねっていう同時にブローカーから連絡が入ってきちゃって、あきこおめでとうになっちゃって、じゃあ明日からトレーニングにおいでみたいになって、それで、それがあったから今まだ、っていうか今リアルターをすることになっちゃったんだけど、まあそれはいつか機会があったらお話ししたいと思うんですけど、なので、そうだね。免許の試験が受かると、そのままじゃなくて、どこかのそのリアルエステートの会社にまず所属をしないといけないっていう決まりはあるからね。あ、そうなんだ。でも、仕事をしようと思ったらそうで、もし、ペーパードライバーで終わらせるんだったら、インアクティブっていうことで、免許を置いとくことはできるんですよね。で、4年に1回の更新があるから、その4年に1回の更新の時は、また同じように、こう、授業の、カリキュラムを受けて、その時は簡単なテストを受けて、で、今度はその更新費用っていうのを州の、また免許のディビジョンの方に払って、それは4年に1回だけやるっていう、そんな感じ、こっちは。はいよね。とりあえず免許を取っといたらって言われたんだけど、どうでしょうねっていう人がいるんだけど、その免許を取ることはできたとしても、そのフリーズにしたとしても、実際にアクティブで免許を持ってたとしても、お金かかるじゃない、結構。そうですね。なのでそういうふうに聞かれると、いやいや、本気になってやるときになったら免許取ったらいいんじゃないっていうふうに私は、言ってます。それはオハイオも一緒です。なんかフリーズにしておいたとしても、そうやって、CE、コンティニアスエディケーションって言って、ライセンス更新がオハイオは3年ごとで、ライセンス取った後は1年後にまた更新しなきゃいけなくて、最初になんか10時間のなんかクラムコースみたいなのを取らされるんだけど、そういう C コース自体もタダでなかったりとか、あと、ライセンスを保持するっていうか、あれですね、MLS とかのデータベースに入るその会員の費用であったりとかするからね。
なので私も同じように思うかな。仕事がしたくなってから取るものっていう感じかな。まあでも家を買う前にね、勉強しとくのは一ついいよね。やっぱりアメリカ人ですら、不動産の契約書のやり取りとか、本当にややこしくて、こう普段触らない、まあね、こう英語のね、テクニカルタームとかがあるから、まあ、そういう意味では勉強してみたい人はいいと思うけど、やっぱりそれなりになんか仕事をしていくとか、何か物を使うとかライセンス取るっていうのにはやっぱお金かかるから、そこはね、理解してやった方がいいですよね。うん、そういうなんかライセンスを取った後の話はじゃあ次回で改めてこうサラリーマン働くっていうイメージが日本の方はもしかしたらあるかもしれないけど、それとはちょっと違ってこれって事業なんだよって話をまた次回改めて詳しくしようか。はい、しましょう。はい、じゃあ今日はこんなところでどうもありがとうございました。ありがとうございました。また。